STB 未来ウィーク。今週の STB は未来ウィークと題しまして、北海道の未来を考え未来に挑む方たちを応援して、一人一人が自分の未来を思い描くためのきっかけになるような、そんな内容をお伝えしています。で、今日はと言いますと、こちら給食の話題です、オーガニック給食って言葉を皆さん聞いたことございますでしょうかね。オーガニックってのは要するに有機栽培で育てた食材を使った給食のことで、今北海道だけじゃありません、全国的にも広がりを見せているんです。手を合わせてください。いただきます。いただきます。日直さんの号令で給食の時間が始まりました。今日のメニューはみんなが大好きなハヤシライスです。いいですね。はい。みんなとっても美味しそうなお顔です。でも実はこの日の給食に使っている野菜はいつもとちょっと違いました。はい、今日の給食、北広島産の有機じゃがいもと有機人参が使われてます。有機野菜っていうのは化学肥料とか農薬、そういうのを使わずに育てた野菜のことです。そして野菜本来の美味しさが味わえるそうです。はい。北広島市のワッツっていうところの畑で育った有機野菜、美味しく食べてください。北広島市では2013年から毎年10月から12月に月1回ずつ市内の農家が育てた有機野菜を給食に取り入れているんです。この日は有機じゃがいもと人参がハヤシライスのルーの具になりました。コロコロといっぱい入っています。子どもたちに感想を聞いてみました。じゃがいも美味しいです。いつもより濃厚な感じがして美味しいです。野菜とかじゃがいもが柔らかい。はい、こちらの男の子は同じところに住んでる人が作ってくれたのが一味違いますね。いいことをおっしゃる。このように、主に地元で作られた有機農産物を食材の一部に取り入れる給食のことをオーガニック給食というんです。頻度や種類、量は自治体によって異なります。で、そもそもオーガニックとは科学的に合成された肥料や農薬を使わないで育てた農産物のことで、認証機関が認めた事業者だけが名乗ることができます。草取りなど大変な手間がかかるんですが、自然の営みを壊さない環境に優しい農業です。で、このオーガニック給食、全国に広がりを見せていて、現在実施している市町村はご覧の通りです。北海道でも20カ所を超えているんです。そんなにあるんですか。そうなんです。で、市町村がそれぞれの取り組みをしているんですが、全国でも有名なのが千葉県いすみ市のオーガニック給食なんです。ちょっとご紹介しましょう。いすみ市は房総半島の南東にある海と田園の町です。10年ほど前から市と生産者と学校が手を取り合ってオーガニック給食を実現しました。ちょっとある日の給食をご覧いただきたいんですが、すべての品目に地元産のものが使われていて、お米は 100% 有機米で、有機野菜もたくさん入っているんです。で、この給食がきっかけで新しく有機農業を始める人や移住して暮らし始める人も増えたんだそうです。なかなか豪華な食事ですよね、有機野菜ね。で、オーガニック給食が最近注目されている背景の一つに国の方針があるんですね。農林水産省は4年前に2050年までに日本の耕地面積の4分の1を有機農業にしようという方針を打ち出したんです。その理由は未来の環境と食を守るためです。有機農業は CO2 を削減して地球温暖化防止につながり、生物の営みを守って土壌を肥やす持続可能な食に貢献するとされています。日本の食糧基地北海道も環境に優しい農業を推進しています。道民の皆さんもですね、地球環境に関心を持たれている、そういった時に極力農業生産によって環境に負荷を与えない、そういう農業を
目指して取り組んでいるところでございます。実際に学校給食でですね、そういう地域の農産物、有機農産物をですね使っていただくことによって販売する面でもいいことなのかなと思います。あと生徒さん方が自分たちの町、地域の町のですね農業というものを知っていただくことができる、農業が身近なものになる、いい機会になるのかなと思っておりますので、我々も積極的に推進していきたいというふうに考えております。で今回実際に長年オーガニック食材を給食に取り入れている町を訪ねました。旭川のお隣当麻町です。でこの町は食育に大変力を入れてまして、10年前から給食に使う米はすべて子どもたち自らが育てた米を使っているんです。毎年小学校4年生以上と中学生が町のボランティアの方と一緒に田植えから稲刈りまでを行います。給食メニューに並ぶご飯はすべてみんなの頑張りの成果です。どうやってできたかちゃんと分かって食べてるんだ。はい。そして30年も前から町の有機農家が育てた野菜も給食に取り入れています。現在は5軒の農家が提供していまして、この日はハーベストガーデン福山の福山萌子さんが明日の給食に使うリーキを収穫していました。リーキとか給食に出てくるんだ。7ヶ月もゆっくり成長したので、ぜひ味わって食べてみてほしいなと思います。車に積んで自ら学校の給食センターに運びます。もう新鮮そのものの食材です。太さがランダムで、すみません。有機野菜を理解している職員の方と微笑ましいやり取りも聞かれました。さあ明日はどんなメニューになるんでしょうか。さあ翌日、給食の時間にお邪魔しました。3年生の教室です。並ぶ子どもたちのお盆に乗ったのはスープでした。はい、昨日の有機野菜のリーキはじゃがいもと一緒に煮込んでとろりとしたスープになっていました。お子さんたちもまずリーキってご存知なのかどうかですよね。いただきます。この日は生産者の福山さんがお話をしました。オーガニック給食ではこうした場を設けることが多いのも特徴なんです。これは大きいな。これはなんだ。ネギ。そう、ネギ。これは。そう。いけない。そうそう、でも並べてみたら結構ね、この白い部分の長さが違う。そう。子どもたちはお話を聞きながら味を確かめているようです。なんか質問はありますか？リーキとネギの味に違いってありますか？リーキはね、生で食べると結構辛いんですよ。辛ってなる。ちょっと大人でもね辛いなってなるんだけど、それが焼くと甘みがどんどん出てくるのと、リーキの方が育つ時間が長い。はい。1年に何回作れるんですか？それは。これはね、1回だけしか作れない。だってさ、3月に種まきするんだよ。3月に種まいて11月に取るでしょ。で11月に取り終わって今から種まけるかな、外。この後も子どもたちからは積極的に手が挙がっていました。次々に質問が出るっていうのがすごいですね。はい、有機野菜を給食に取り入れるきっかけは、町の有機農家で結成する当麻有機農業を考える会が提案したことが始まりでした。現在の会長にお話を伺いました。やはりその安心安全な食べ物を、子どもたちに届けたいというのが一番大きい、思いだったのかなというふうに聞いております。その後、食材を届けるだけでなく、子どもたちに実際に畑に来てもらったり、生きた学習の場も提供しています。僕らの生産者として食を提供しながら、言ってしまう教育に関われる場としての学校給食かなというふうに
考えております。さてお話の後しっかり給食を食べた子どもたち。ほとんどみんなのお皿は空っぽになりました。美味しかったですね。なんか甘くて玉ねぎみたいで美味しいです。このお野菜作ったね生産者の人がお話してくれたけどどう思った？なんかいい木はネギよりなんか育て方がむずいんだな。むずいんだよ。そうなんですね。一生懸命育ってくれてるのね。あれネギは辛いけどなんだっけこれねリーキは辛くはなくて甘くてびっくりした。ネギは白い部分が高いけどリーキは白い部分が短いので、そこの違いでリーキとネギを見分けることができると思いました。こういうお話聞くの楽しいですか？楽しいです。本当にみんな生き生きしていて、食にちゃんと興味を持って向き合い、自分が食べているものがどんなふうに育ちどんなものなのか知ろうとする意欲があることを感じました。給食を担当する栄養教諭の先生はこうおっしゃいます。地元の野菜食べ物とかをどんどん使っていって子どもたちに地域の素晴らしさとか食べることの喜びとかそういったことを子どもたちが感じて食べ物を選んでこれからの生活につながっていけばと思います。町内の他の有機農家のところへも足を運んでみました。こちらトーマグリーンライフは有機農産物の栽培販売加工を手掛けていますが、長年にわたって給食にも食材を提供しています。この日は給食用の有機のさつまいもを選別していました。収穫後熟成させ甘くしてから届けます。すごいまるまるとしてますよね。そうですね。このもう農薬使わなくてもこんだけ大きく育つっていうのは手間はかかるんですけど、やっぱりいいものはできると思うんで、単純に美味しく食べていただきたいなっていう気持ちがやっぱり一番です。はい。野菜だけではありません。こちらの倉庫には給食用の有機の味噌がありました。特大のタッパーですね。はい。やっぱり給食センターさんで使われるんで、何百人分とかいう感じになりますから。味噌の香りがすごくいい香りが。お米も有機で作ってるので、そのお米を麹にして、でその麹とこの弊社の大豆、有機の大豆と合わせて。これはね、給食で食べられて子どもたち幸せですね。そうかな。食べ物ってすごい大事で、子どもたちが成長の中で占める重要さってすごい高いと思うんですよね。安心安全な有機のものを使って食べてもらえるっていうのはすごくいいかなっては思ってます。今回取材して感じたのは、オーガニック給食には子どもたちの未来の幸せを思う生産者や関係者の気持ちが込められていること、有機農業には地球の未来が託されていること、そして食材を大切にした給食を食べている子どもたちには食を学ぶ力が確かに育っていることを感じました。もちろん地域によって環境は異なり課題もあると思いますが、これからの広がりを期待したいと思いました。給食を食べるときにその素材の味そのものを楽しんでるっていうのがすごくいいなというふうに思いましたし、こういう取り組みがあるとね、食事ってただ単にお腹を満たすためのものじゃなくて、作ってる人たちの思いっていうのもきっちりとこう栄養にしていければ、体もそれから農業も強い未来が
あるんじゃないかと思いますよそうね。ですね。教科書で学ぶのももちろん大事ですけど、実際に口に入ったり土に触ったりすることで一気に身近に感じますよね。すごく生きた時間ですよね。もちろんこうね大量生産で安い野菜っていうのも必要ではありますけど、2つあっていいと思うんですよ。そうですね。そうういういろんなことを知ることがすごく彼らが消費者になった時すごく賢い消費者にも、ね、なることにもつながると思いました。そういう取り組みをやっぱり皆さんなさってるんですね。STB 未来ウィークでは未来へのアクションと題しましてですね、テレビの前の皆さんも未来のためにできること、やってることは何ですかってお伺いしてます。すでにたくさんの方からメッセージをいただいてますのでご紹介しましょう。まず旭川市の60代の男性からです。生ゴミを出さないようにしてコンポストで堆肥を作り家庭菜園に使用しています。代わって札幌市の60代の女性からです。野菜はよく洗って皮ごと食べています。とにかく捨てるものを増やさない工夫をしていますと、ね、ゴミになるのか栄養になるのかって宇都宮さん、これは大きな違いですよね。そうですね。私も野菜をねいつも伝えていて、なんか野菜や果物ってやっぱり皮のあたりにすごく栄養が入っているから、それをねできるところは全部食べた方が健康のためにもいいですね。でやっぱり捨てるものを減らすっていうのは燃やす時間も減るから、結局は地球環境ねつながるから、小さな一歩が大きなね、一歩になりますよね。みんなの力が集まってくれば本当に大きな山ができますしね、だから考え方によってそのゴミにするのかもう一つ価値を加えるのかっていう、ここは大きな動きになりますよね。